はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。さてですね、今回お客様からお預かりした山ぶどうの手提げカゴバッグですが、これ国産ではなくって実は輸入のカゴなんですけれど、国産の山ぶどうの手提げカゴはまだね職人さんが健在でちょっとずつ生産されているんですが、結構最近その国外の輸入の製品っていうのが多くなっています。これもねそういった輸入のカゴの一つなんですけれど、今回この底の部分とそれと持ち手の部分、壊れたので修理してくださいということでお預かりして修理をさせていただきました。ご覧の通りですね、その四隅、そしてこの持ち手、綺麗になってまたですね長くご愛用いただけるようになったんじゃないかなというふうに思ってます。海外のものなのでなかなかその修理をしていただける職人さんがいなかったり実はするんですが、やっぱりですね自分たちとしては5年6年ですね長くご愛用いただいたっていう跡が見えるんで、お客様にとっては特別なバッグだと思うんで、是非ね手直しして国産であろうが海外の製品であろうがお使いいただきたいなという思いで修理させていただいてます。でもね、ただ一つ思うのはやっぱりその海外のこの山ぶどうの肥後っていうのがもしかしたらちょっと弱いのかなっていうのもちょっと思ったりしてるんですよ。山ぶどうのね手提げカゴ、竹虎も母の時代からね50年近く取り扱わさせていただいてます。僕なんかももう40年近くね、こういった山ぶどうを見続けているんですけれど、これ国産の棚編みのバッグですけど、棚編みの場合だとねなかなかこのたとえ40年50年使ってもこの角が壊れるっていうのはほとんどないです。僕が母から譲られているセカンドバッグとか、それと手提げカゴなんかもあるんですけどね、こういった肥後がねセカンドバッグの場合は結構こういう風に急な角度で折れ曲がってるので、その折れ曲がったところの肥後にダメージがあるっていうことはたまにあるんですよ。でもさすがにね国産の山ぶどうでこういった角が傷んだり肥後が折れたりとか、肥後が傷んだり、それからここですね、このジョイント部分こういったところの持ち手が傷むっていうのは今までほとんどないので、国産の山ぶどうと輸入の山ぶどうと比べた場合にこの山ぶどうのつるの耐久性、肥後の強さっていうのはやはりこの国産の方が若干強いのかなというふうなことを思ったりしてます。国産であろうと輸入であろうとお客様が愛情を持って大事に使ってくださっている山ぶどうの手提げカゴです。できる限り、手直しできるものであれば手直しして、これからも長くご愛用いただきたいなと、そんな気持ちでおります。ノーバンプノライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。